Hi Hi guys! guys! It's Brennan Seigo. 皆さん動画を見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。本日は今まで自分たちについての動画が上げられてなかったので、ちょっと今回は自己紹介的な動画を上げていきたいと思います。で、この動画をきっかけにちょっと自分たちのことを知っていただけたらなと思います。感じだった。出身はどこですか？じゃあ自分はアメリカのペンシルベニア州のランカスタシーというところ生まれ育ちでそれだけか。そうね。で今はねテナシーの方に引っ越してきてるけど、そうで最後はそう自分は日本生まれのもう日本育ちです。22年間日本で住んで初めて今アメリカに来てます。アメリカに来てもう半年経ったね。ちょうど半年か。6月に来てもう12月、今12月だからちょうど半年ですね。アメリカの生活が半年経ちました。最初はネットでアプリを使って会ったんだよね。そして何のアプリだったっけ？忘れちゃった。覚えてる？ゲイ専門のそうね、やっぱり日本のゲイ専門のアプリ。なんかね、やっぱりアプリしか手段ないよね。なんかどうやって会うってなったらさ、なんかやっぱりアプリで調べて、なんかそのアプリ使って相手探すしかなかったもんね。まあね、大体の多分そうね、大体のゲイの人は人とかは、そう周りの人たちもね、大体やっぱりきっかけはアプリとかネットが多いかな、最近ね。で、その後、まあ結構トークして、でその時ね、ちょうどブレンが台湾に行ってたね。そう台湾なぜかそうね、友達会いに台湾に行って、いつだっけ、2015年の11月ぐらい、そうだね、最初の方ぐらいに台湾に行ってきて、で帰ってきて1週間ぐらい経ったところ。そうだね、自分もまだ大学生だったからちょうど休みの日とブレンの休みの日を合わせて初めて会おうってことで新宿の西口、でね会ったよね。めちゃくちゃ通路が入り組んでてさ、めっちゃ道で迷ったよね。でなんかセイゴがラーメンを食べたいって言ってラーメン大好き。油そばだったよね。油そばファーストデートに油そばを食べようと言って、めっちゃ美味しかったけど味覚えてないで新宿その西口のところに行って、でセイゴと俺は頼んで、でも俺は多分もし食べれなかっただね。緊張するとね食べれない性格だからね、俺は結構食べてたよね。食べるの大好きだからあとその時ブレンとメッセージはね英語で全部ね今までやってたよね。その会うまで会う日までブレンが日本語喋れるって知らなくて、英語で全部メッセージとかやり取りをしてて、で実際会って片言の英語でね、なんか Hello から始まってわーって話して、で途中からブレンがいきなり日本語喋ったのかな。多分なんか道も迷っててもう解決しなくて、で俺が一生懸命なんか英語でこっちこう行くんだよって英語で言いたくても言えなくて、でもその時にブレンが日本語で喋ってきてめっちゃ驚いたよね。なんだよもっと早く言えよみたいな。秘密だね、いたずら。そこからなんかねもう日本語での会話が始まったよね。そこからはもう全部ほとんど日本語で、たまには英語だけどほとんどが日本語で。めっちゃ恥ずかしかった日本語喋れんかい。しかもなんかめっちゃ流暢だからさ、もう訛りとかなんか普通のもう日本語喋ってたからね、すげえと思ったね
そうだね。そうだね。最初はなんだっけ、専門学校っていうか日本語学校に通ってて1年半ぐらいのコースで日本語を勉強して、でその後はちょっとイベント会社で働いて通訳と翻訳の仕事をして、でちょうどその時に最後にやったんだけど、ブレーンが専門学校で、俺はちょうど大学4年の卒業論文がーって追われてる時期で、その時にブレーンとまあね、メールがアプリを通して知り合って、ね、大変だった卒業論文とブレーン、ね、でもブレーンはね専門学校行きつつなんかいろいろバイトをしてたんだよね。昔ね、最後に会う前よねどんないろいろバイトした？最初はビールの専門店のアルバイト。ビール専門店のアルバイトビールのバイトを1年間ぐらいして、その後そのイベントの会社して、その後はなんだっけ、その後は春日に住んで、そうだね、東京の春日、後楽園駅の近くにある駅なんだけど、めっちゃ便利だったよね。大好きだったでそこでそうだね、1年間東京のその春日っていう、駅の本当に春日駅からもう徒歩5分ぐらいのアパートに2人で一緒に住んでて、1年間ね、そこ本当楽しかったよね。なんかもう何でもあるっていうか、ね、コンビニも出てすぐ左にあって、で後楽園遊園地もあるから、そこら辺の周りになんかすごく美味しい飲食店屋さんがたくさんあって、あとラーメンの種類がすごいよね。なんか羊の肉、とかなんか羊を使ったラーメンとか、なんかお魚のラーメンとか魚介スープのラーメンが本当美味しいよね。あそこに帰りたいよね。そうでも1年間春日で住んで、でいざね結婚しようってなった時に、やっぱり今の日本じゃね、まだ結婚はちょっと難しいということになって、自分は1年間働いてた会社があったんですけど、そこでそこを辞めて、アメリカに2人で行こうということでね、決めて、でビザの更新とかして、ビザの更新大変だったね。申請、そうだね、ビザの申請、ビザの申請とかして大変だったね。もうなんかビザの申請の内容がほとんどもうやっぱり英語、なんかアメリカと日本のやり取りだったので、ほとんど英語だったので、もう 80% ぐらいはブレンに任せてだね。やった。そうで、それででもビザを申請し始めてから、K1 ビザっていうビザを申請し始めてからやっぱり半年はかかった。そうだね、多分出したのは1月、ほぼ2月ぐらいで、やっと手に入ったのは6月じゃない？6月だね。6月に手に入って、その間ね、なんかもう申請が通るのかもわからない、ドキドキと怖かったね。なんかこのまま降りなかったらどうしようとか、とにかくなんか連絡がすごく遅かったよね。全然なんか質問とかをできない。ただあっちから連絡来るのを待つしかない。それが本当になんかもうね、やきもきしたよね。もう受かるの受かんないのみたいな。自分はもう大学を退学することにして、そうだったね。だからもうビザがもう切れるところだったんで、ちょうど6月の終わりか7月ぐらいでビザがもうブレンのビザが切れる予定だったので、もし自分の申請が6月までに来なかったら、ブレンは一人でアメリカに強制的に帰らなきゃいけないことになってたよね。それは本当に嫌だったから。そうだからね、毎日なんかもう祈って早くっつって、ででもね、なんかネットとか調べても大体平均
的にまあ半年ぐらいだったんだよね。なんか、でも結構ね早い方だった。俺らの場合はまだね1年とか1年半とか待つ人もいるみたいんですごくね良かった。じゃあ趣味は、自分たちの趣味はじゃん、クレヨンしんちゃんそうクレヨン、まあ自分の元からクレヨンしんちゃんがちっちゃい頃からすごい大好きで、なんかブレンと知り合って、ね、ブレンにちょっとしんちゃん見なよっておすすめしてねなんか強制的に見せたよね最初。そう自分はでもあんまりアニメ見るタイプじゃないっていうか、それが全然なんか日本に興味を持ったきっかけとかじゃない、まあアニメから入ったってわけじゃないから、アニメ全然最初興味がなかったので、なんかジブリは好きだけどそれ以外はあんまし知らないっていう感じで、逆になんか自分はすごくアニメが大好きでなんかいろんなアニメを、まあアニメ見始めたの大学入ってからなんですけど、いろんなアニメをとりあえず見てて、それでまあクレヨンしんちゃんは特に昔からなんか映画も含めてアニメも好きだったので、面白いから見てみなって見せたよねなんか面白くてちょっとバカで分かりやすくてでもたまには感動する系だから好き。面白いよね。でなんか今しんちゃんグッズもこれ東京で買ったやつ、このしんちゃんのバッグとこのバッジは、まあ、東京のレインボープライドで無料でゲットしたバッジそうね、これは東宝シネマズでしんちゃん今年映画で出た時にこれを買ったんだけど、可愛いよねこのキラ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 してホロのポーチ大好きですね。あと他にもなんか白のちっちゃいぬいぐるみとか、そう見えないそうまた今度見せたなんかいろいろね、いろんなグッズがたくさんあるんだけど、まあ、とりあえずしんちゃん大好きぜひしんちゃん好きがいたらコメントしていただければと思いますね。そうだねぜひということで、今日の動画はこれで終わりですちょっと今回動画短くてなんか自分たちのことをあんまし紹介はまあね、詳しくは自分たちのこと知ってもらえなかったんじゃないのかなと思うんですけどまあそこはまた質問とかしていただければ、その回答を含めた動画っていうのをまたこれから随時アップしていきたいと思うので、もし何か何でもいいんで質問とかなんか聞きたいこととか、なんかまあアメリカと日本の違いとか文化の違いとか、なんかいろんな質問に対応できるかなと思うので、ぜひ質問してみてくださいぜひあと最後にいいねとサブスクライブの方できたらお願いします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。